皆さんこんにちは。エリザマリアです。最近はお元気ですか？フィンランドではまたコロナの状況が悪くなってて家にこもってしまうことになりました。今回はそういうおうち時間はどうやって楽しんでいるかと紹介したいと思います。スーパーは普通に1週間に1回行くようにしてるから、いつもあらかじめ7日間の料理を考えないといけないけど、いつも同じものばっかり食べちゃうから、例えば鶏肉とかひき肉買って後で考えることもあります。料理を作るときはちょっと大きい分を作って冷凍するから、冷凍庫でも食べ物残ってます。こんな感じになりましたちょっと下手なんですけど美味しいなのでそれが一番です。よし。ディズニープラスはやっとフィンランドにも来たから、最近ディズニー映画を見ることが多くてディズニームードになってます。今日は絵を描きたいんですけど、描くのは一番好きなディズニーキャラクターです。誰かと思いますか？ちょっと珍しいから絶対わかんないと思います。ずっと子供の時から一番好きなディズニー映画はノートレダーメの鐘です。そしてディズニーの中で一番好きなキャラクターはエスメラルダです。だから今日はエスメラルダ描こうと思います。よし、完成です。こんな感じになりました。これ何時間くらいかかったかな？ 5 時間くらい？ 5 時間くらいやってた気がします。絵を描くときはいつも夢中になるから、本当に一日暇じゃないとできないです。始まると本当に夜までやるから、そこまで絵を描くのが好きです。今日のトレーニングスケジュールに筋トレが入ってます。私本当にケチだから家で筋トレやります。ジムに行ったらお金もかかるし時間もかかるから、家でやると好きな時に無料でできるからそれが一番だと思います。今日はストーンズの新しい PV の初公開です。今から初めて見るから私の初のリアクションも見せてあげます。楽しみです。
かっこいい。やばい。ストーンズ本当に大好きですね。かっこいいし、曲も本当にいいし、外国人のファンとしてはもちろん YouTube に出るのは本当に嬉しいことで、昔から外国人のファンは無視されるだけじゃなくてわざと隔てるかというようにも感じました。例えば日本の中小がなければファンクラブも入れないし、コンサートチケットとかも外国から応募できないし、とても大変です。今更ジャニーズも YouTube とか Spotify に入ったら外国人のファンはすごく増えると思います。2006年くらいにフィンランドとか欧米で J-POP が結構流行ってて、多分日本のアーティストをフォローするのはちょっと難しいから、そのブームは結構短かったです。その時は J-POP から K-POP に移動する人が多かったんで、多分今も K-POP は世界中で流行ってるから K-POP が好きな人は J-POP も好きになるかもしれないんですけど、 YouTube とかで見つけられないならファンにもなれないでしょ。最近はちょっとチャニーズでも進化があるんですけど、今更もうちょっと価値観を広げた方がいいんじゃないかなと思ってます。私は一応日本語能力試験では N1 取ってるんですけど、受かったのは3年前くらいだったっけ。その同じ試験を今取ってたら受からないと思います。最近はそんなに日本語を使うチャンスもないから、ドラマとか見たら全部わかってるんですけど、例えばこうやって動画を撮るときは自分で話そうとするときはもう言葉が出ないという風になってます。やっぱりまた勉強しないといけないと改めて感じました。やっぱり言語はそういうことなんですね。私は高校の時フランス語も勉強したこともあるし、自分でスペイン語もちょっと勉強したこともあるし、大学の時は韓国語も取ってたんですけど、使ってないからやっぱり全部忘れてしまいました。今フランスとかに行ったら絶対無理です。今は休職中の人も多いと思うし、とにかく家にいる時間が長くなってる人も多いと思うから、その時間を無駄にしないで勉強とか何か生産的なことをしないといけないというプレッシャーを感じる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、こういう時代って生きてるだけで精神的に辛いと思うから、そういう気がなければ無理やりする必要はないと思います。これはもちろん私の個人的な経験なんですけど、寝れば寝るほど疲れることもあるから、あまり気がなくてもちょっとだけ趣味とかそういうことを楽しめるなら、それも元気とやる気につながると思います。今はダンスレッスンに向かってます。人は9人くらいでそんなに多くないんですけど、もしこれからコロナの制限また厳しくなったらキャンセルされる可能性もあるんですけど、今はまだ気をつけながら楽しく通ってます。もう朝から暗くてあんまり起きたくないです。今日はバナナプレットを作ろうと思ったんですけど、人生初めてですね。作ったことないし食べたこともないから、味もどんな感じか分からなくて楽しみです。
今から50分くらい待つんですけど、ちょっと緊張ですかね。これ美味しいから、できたら絶対美味しいと思います。これ合ってますか？わかんない私。人生初めてのバナナブレッドいただきます。美味しい。やばい。めっちゃ美味しい。皆さんも作ったことがなければぜひ作ってみてください。美味しい。この前図書館に行った時はこういう本を借りたんですけど、これめっちゃ面白くてすごく懐かしくなったんで、最近はスパイス・ガールズの PV とか見たりして、今日は彼女たちの映画を見ようと思いました。私は小学校の時はすごく人気で、学校でもみんなが好きでした、スパイス・ガールズは。そして友達と一緒に彼女たちの真似したり、同じような服着たり、両親とかにパフォーマンスしてたりしてたんです。メンバーは5人だから、いつも5人の友達を集めて、みんな誰かの役を担当してたんですけど、私が一番好きだったのはメルシーなんですけど、私の親友の気に入りもメルシーだったから、その親友は私より頑固で、私はその役を許さないといけなかったので、悔しかったです。今もそれ考えてて悔しいと思います。私は金髪だったからエマの役が多かったんでしょうかね。本当に大好きでした、このグループ。今も大好きです。本を読むのが好きなんですけど、たまに時間ないから読めないって思ってしまいますよね。私は例えばご飯を食べた後すぐ動けないから、その休む時間はちょっと本を読むようにしてます。そして電車の中とか夜寝る前、用なしでも携帯をいじったりするんじゃないですか。インスタグラムとかフェイスブック見てて、そういう時は携帯の代わりに本を読むようにしてます。たまに夢中になってやめられない時もあるんですけどね。最近読んでいるのはドリアン・グレイの肖像なんですけど、最初はあんまり話進まないなと思っちゃったんですけど、途中でめっちゃ面白くなりました。おすすめです。
今散歩に来たんですけど、思ったより寒いです。今日は私の出身は東フィンランドなんですけど、この前親と電話で話したら、もう雪降ったよって言われました。だからヘルシンキもそろそろ雪が降るんじゃないかなと思います。最近日が沈むのも早いんで、やっぱり冬になるともう3時から暗いのでちょっと大変です。でもクリスマスシーズンはすごく楽しみにしてます。コロナになってからはいろいろ将来のことを考えるようになりました。最近は引き寄せの法則ということについていろいろ読んでたんですけど、それによってどんなことに意識とエネルギーを向けるによってそういうことは引き寄せる。自分の考えともちろん行動で自分が願っている人生を作られる。簡単に言うとそういうことです。ポジティブなことに注意を向けるならまたポジティブなことが引き寄せるけど、逆にネガティブなことに注意を向けるならまたネガティブなことが繰り返すということです。自分の理想な人生とか欲しいものを考えて、そのことを表している写真とか文章を集めて毎日見えるところに飾るなら、そうやってその自分が欲しいものに意識もできるしエネルギーも向けるから、自分が望んでる未来を引き寄せるらしいです。それに信じるかどうかは別にして、もし自分の理想な将来をイメージできるなら不明な願いよりは叶えやすいし、今日はその夢を叶えるために何やってるかって考えるようになれるかもしれないから、一応やってみようと思いました。自分の理想な人生って何かって考えるのは意外と難しいことです。やっぱり自分の中でそういうことなら私なんてできないでしょうって思ってしまうかもしれないから、夢は見なくなるということもあると思います。今回はそういうネガティブな考えを捨てて自分の理想な人生を考えてみて、今からビジョンボードを作ってみます。よし、できてます。ちょっと恥ずかしいけど私の理想の人生はこんな感じです。全部は今回説明しないんですけど、例えば講義買いたいから講義の写真を貼って、そしていっぱい旅行したいからこういう写真も集めたんですけど、本を書きたいからこういう写真もあります。理想なパートナーはもちろん山田みたいな人なんで、性格も雰囲気もそうなんですけど、山田の写真もありました。理想な仕事は家で自分でできる仕事みたいな感じ。自分のホームオフィスが欲しいです。とにかく全部私にとって大事で深い意味を持ってる写真の文章です。これで本当に夢が叶うかどうか後で報告します。はい、じゃあこれで7日間の終わりなので、この動画も終わりになります。最後まで見てくれてありがとうございます。またこれからもちょっと大変な日常も続いてるんですけど、できるだけ家にいる時間も楽しめたらいいなと思います。一緒に頑張りましょう。はい、じゃあこの動画は良かったねと思うならグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバーイ。